はい、皆さんどうも人生ね順調に願望実現の方に進んでいますか？皆さん今どういうタイミングでねご覧になってるかそれぞれだと思うんですけれども、自分の人生思い通りにねなっていればねそれでいいんですけど、なかなかね叶わないっていう方もね結構多くねいるんじゃないかなと思うんですけど、今日は自分のね体験も含めて願望実現のコツのようなものをねお話しできればいいと思います。チャンネルを願望実現チャンネルっていう風にしてるんですけど、そもそも願望っていうのを願い事っていうところから設定っていう風にね、もうそうなってるものっていう風にしてしまうっていうことが、いわゆる願望実現をする大きなね一つのコツになるということをお話しします。願望を設定にするっていうことはね、具体的にどういうことかっていうと、設定っていうともうそういう状態であるってことですね。今の現実というか現在こういう状態だっていうのをそれぞれご自分で把握してると思うんですけれども、その状態っていうのはある目標があった時に、自分の今のこの現時点から目標っていうのはすごい高いところにあると。そうするとこうなったらいいなっていうような、エネルギーの発し方になりますよね。それが設定レベルになるとそういう風になるとっていうのがもう前提になりますよね。例えば年収1000万円になったらいいなっていう願望と、年収1000万円になっているっていう設定では、自分の現状から願望を上に見てるような感じですよね。こうなったらいいなっていう。で、そういうふうに言っている自分っていうのはそうなっていないっていう状態なんですよね。だからそれをもう近づけてしまうっていうね、自分のところに下ろしてしまうって考えてもいいし、自分がそこに行くという状態でもいいですけど、ご自分のしっくりいく方でいいと思うんですけども、自分の場合は結構自分が上がっているという感じですね。自分はもう年収1000万円だっていう状態だっていうことですね。もう1000万円の自分だってなった時に、年収がもうほとんどないっていうこういう状態から、年収1000万円だったらどういう風な立ち居振る舞いっていうか、どんな言葉を言うとか、どんな服を着るとか、そういう一種のなりきりというか、もうそうなっている風にしていくと。なんかちょっとした劇みたいなものでいいんですけど、もうこういう風になってるんだっていう状態で生活してみるってことですね。で、それができるところからでいいんで、年収1000万円の自分だったら何をするだろう、何を考えるだろうっていうことで、できるところから揃えていって自分でなりきってみる。そうすると自分が設定していることが周りに映し出されてくるので、それの些細な変化に気づいていくこと、それがいわゆる願望実現するっていうところの一つの大きなコツになります。で、もう一つね大きなコツがあるんですけど、それはもともと自分は願望だと思ってるんですね。そうなったらいいなって思うところがスタートしてるのを、それを設定にしますね。年収1000万円あったらいいなって思ってたのが、年収1000万円自分はもうもらっているっていう風になってます。そうするとそれをやってる間にですね、瞬間的にね年収1000万円にはなりませんよね。わかりません。もしかしたらなるかもしれない。でもならないっていう可能性が高い状態ですよね。そうすると年収1000万風に振る舞っている間に、途中で例えば何やってんだ、そんな風にならないじゃないかと、年収変わんないよと、1ヶ月やっても変わんないじゃないかっていう風にしてざわざわしてくるんですね。感情的に心地悪いというか、イライラしてくるとか、落ち込むとか、もうやめてしまえとか、そういう感情が出てくるんですね。で、そういうようなざわざわしたものが実は自分はそんなにもらえるのじゃないと、そういうようなイメージがあるわけですね。だからそこの自分のもう現在いらないもの、それを手放すっていう作業をします。よくね統合ワークなんかではそのいらないものを上げてきて、で固めて回転させてわーって出して光を浴びるみたいなものがあるんですけど、そういう統合ワークをやっていくと、それはブロックのリリースをやっていくと。でそれがその願望を設定にしていくことによって浮き上がってくるのが早くなってきますね。で浮き上がってきたらリリースっていうようなことをやると、周りの環境、映し出されるものっていうものがまたより具体的で大きなものに変化してきます。
それでいつの間にかなんか自分の頭では考えられなかったようなところからですね、パッと変化が訪れてくるというようなことがあるんで、今年収が何百万だからそこから1000万になるためにこうやってこういうルートでこういう風にして何ヶ月間で達成するとかっていうような計画を立てないで、自分であるっていうところからエネルギーを出して違和感のリリース、エネルギーでリリースっていう形でやっていくとですね、自分の計画ではない形でそういう状態になると。これね、実験だと思ってね、やってみてほしいなって思います。最初はやっぱりね、そんな自分にとってすごいかけ離れてるなっていうものよりもですね、近いものでやってみるといいかなって思います。自分なんかはよくやってたのは、欲しい車がある。その欲しい車をそのまま買うともう買えないですね、高くてね。会社で高いと。普通に考えてるとですね、今頭金がいくらでそんなお金はない、なんかローン組まなきゃいけないとか、なんかそんな風なことを考えてしまうと、こんなの無理だと、買えないとなっちゃうんですけども、もうその車があるっていう風な、買うという設定、乗るという設定でカタログを集めたりですね、実際にディーラーに出かけてみたりですね、車を、ね、見に行ったりとか、写真撮ったりとか、乗ってみるとか、触ってみるとか、そんな風にして、なんかそうすると自分のもの風になるじゃないですか。なんか夢の車から現実的に、自分なんかこの間乗ったよなとか、結果的に自分がその車に乗るにふさわしいっていうような風に思っていくんですね、だんだんね、自分が。違和感なくなってくるんですよね。写真なんか部屋のね、なんか壁に貼って、で、眺めとくわけですよ。この車いいなと、この色のこういう車いいと。で、これも乗ってて、気持ちいいよな、この車乗ってるとさ、みたいな。あとは余計なことは思わないというかね、これがいくらだから、もういくらってなっちゃうとテンションが下がるんで、それは考えない。なんかわかんないけどもう乗ってんだみたいな感じですね。そうしていくと、思わぬ形から思わぬとか情報が入ってきて、すごく安く手に入るよと。結果的に自分はそれを手に入れることができて、それを安く買って、それで予想できないような形でルートが通じてというか、それで乗れるようになったっていうことがあるんで、皆さんもですね、身近なところからいいですよね。だからそれを遊びだと思ってやってみるとですね、なんか面白いなと。実際に体感してくると、これって達成できるんだってことがね、わかると思いますんで、ぜひですね、願望って思っているものからそれを設定にする。設定っていうとやれそうだみたいな、もうなってる状態に近いみたいなところでもういいかもしれないですね。なってるがちょっと厳しいんであれば、もうなってるに近いでいいから、そういう状態で振る舞っていく。そういう状態でいってリリースですよ、リリース。で、このリリースっていうのがすごく大事ですね。こんなやってても無駄だとかつって、それで終わるとですね、あまり意味がないです。ここのもやもやしてるところを落ち込んだの、ラッキーと出てきたと。目に見えないけど確かにある違和感みたいなものをどんどん手放していくことによって自己イメージが上がっていって、よりいい波動のエネルギーを出すことができる。それが自信につながったり、自分が望んでいるものを世の中に、宇宙に発していることになるので、そこから宇宙が山彦のようにね、小玉のようにですね、同じレベルの高さのものが返ってきて、いい情報が来ます。それがインターネットかもしれないし、人からかもしれない、もしかしたらテレビ見ててわかるかもしれないし、雑誌読むかもしれないし、車の場合ね、ディーラーに行ったらそのディーラーの人がいい情報を持ってたりとか、あとですね、車なんかで言うと、欲しい車がポン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 目に入ってきたりですね、前後その車が走ったりですね、不思議なことがいろいろあります。そういうようなものがいわゆる引き寄せって言われているものなんですけども、もう引き寄せるっていうよりも、もう自分がもうそういう状態であるっていうところからスタートすることがより近い、最短の、しかも楽しみながらやるっていうことでですね、自分の理想のですね、面白い、楽しい、そういう人生を自分でね、作っていってほしいなって思います。はい。じゃあ今日はですね、願望をですね、〇〇別物のものにしようということで、それは願望を思ったままの形ではなくて、設定する、こうであるみたいなところからスタートしていこうっていうお話をしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。